それでは特別講演会、1988年度の英語英文化主催の講演会を開きたいと思います。今日は非常に幸いにギンズバーグ氏に来ていただきましたけれども、今日の予定は約お話が1時間、それから質疑というのがなんかクエスチョン&アンサーの時間も約30分、それから、それが終わりましたら場所を変えまして、竜景館の1階のラウンジ、こちらの方の建物で新しい建物ですけど、そこで、簡単なお茶と、クッキーを一緒にしたいと思います。清華大学は来年、英語英文化を廃しまして、人文学部を設置する予定をしています。皆さんのお手元にはパンフレットがありますので、ぜひご覧ください。また見てない人は外の方にありますので、ぜひそれを。それでは今日は通訳は本学の片桐先生にご紹介を兼ねてお願いいたします。ギンズバーグさんについては改めて紹介するまでもないと思うんですけど、今アメリカで生きている詩人の中で僕は一番偉い人だと思っています。有名になったのは1954年にハウルという長い詩を発表して、それですごく有名になったんですが、なんていうかな、それまで僕はアメリカの詩が好きだったけど、あんまりハッピーじゃなくて、なんていうかな、変な分かりにくい詩ばっかりが多くて、その中でそういう詩をいい詩だと思わなきゃいけないのかなと思って、私頭が悪いからいい詩が分かんないんじゃないかと思っていたんですが、でもやっぱりハウルとかそういう詩が出ると、これは本当に分かりやすくてぴったりでいい詩だなと思って、それでじゃあ僕のアンテナが間違ってなかったんだなということが分かって、とても嬉しかったです。それでいわゆるビートという人を、かなり、世界に知らせるようになったのはギンズバーグさんの、力によるところがとても多いと思うんですけど、その後もやっぱりなんていうかな、アメリカの人たちがいろいろ変なことをする中で、例えばベトナム戦争とかね、なんか変なことをする中で変なことをしないアメリカ人がやっぱりギンズバーグさんをはじめゲイリー・スナイダーとかそういう人たちがいたので、とても心強かったし、それでそういう人たちからいろいろ東洋について僕自身が知らないことをかえっていろいろ教わってきたわけですね。で今日のお話は東洋と私ということであります。我々が知らない、あるいは知っててもうっかり知っているいろんなことを、そういうのがかえってアメリカの人たちを目を通して見るといろんなことが分かってくると、そういうことを期待しています。もうちょっと前の方へいらっしゃいませんか。ちょっと席が落ち着かないと喋りにくいから。前の方へ来れる方はいらっしゃる。それから一番後ろの列は立ってると音が非常に悪いんです。ですから前の方へいらっしゃった方がいいと思います。それで話が始まったらドアを閉めたいと思いますので、今外にいる人は大急ぎで入ってください。はい、ここもどうぞということです。どうぞ。前の方にも空いてます。はい。この前の段のところに閉じかけてくださいということが言ってますから、通路は開けてその前のここに座ってください。
前の横の三角形のところが空いてます。はい。近くへどうぞ。そこは入ってしまって閉めていただくとありがたいんです。だから前こっちも空いてます。座ってください。それから写真ですけどね、フラッシュはご遠慮ください。それから自動巻きで大きな音を立てるのもご遠慮ください。はい、では落ち着いたようですから、そろそろ始めましょうか。So, the subject is 主題はですね、what the East means to me. 私にとって東洋とは何かということです。So I will give a chronological account. 大体年代順にお話ししたいと思います。One of my first memories 私が覚えてる最初のことは was of the pop art figure, kitsch figure, or comic strip figure. 漫画といいますか、あるいはキッチといいますか、あるいはポップアートに現れた人物、ご用心です。Of a sinister Oriental, a Chinaman. かなり皮肉っぽい中国人。Fu Manchu. フマンチューという人です。He had a long mustache. 長い上がり目を生やして、 And a beard. そして、It was a little bit like friend Sogi あ Kumar そ over こにいる私の友達のソギュさん、ちょっとお立ちになります。ああいう感じの一種のステロタイプ的な中国人で、フマンチューという人がよく漫画なんかに出てたんです。And I remember a radio program when I was perhaps 3 years old. それで多分私が3歳頃の頃のラジオにもそんなプログラムがありました。Where a Western criminal came up in contest with Fu Manchu. それで西洋のいろいろ悪人たちがですね、悪事をフマンチューと競うわけです。Fu Manchu was the Taoist intellectual criminal. それでフマンチューはなんていうかな、道教ですね、道教のことをよく分かってる、知的知能犯ですね。偉大なる中国の知能犯。And made a phone call, the Westerner made a phone call to Fu Manchu. それで西洋人の悪いやつがフマンチューに電話かけます。And a poison needle came out of the earpiece of the phone into his brain. そうすると電話の受話器から毒の針が出てきて、それでこの西洋人の耳に刺さるという仕掛けになっている。So this was my first encounter with an image of the wisdom of the East. だから私が最初に東洋思想の英知に出くわしたのはこういう形で出くわしたわけです。Then there was another popular image それからもう一つ有名な人物があります。of a Japanese good guy, で今度は日本人のいい方ですね。Detective Mr. Moto, 元さんという探偵がいたんです。played by the German expressionist actor Peter Lorre. それでこれはドイツの表現主義の俳優ピーター・ローリーがいつも演じていました。In Hollywood movies. ハリウッドの映画ですけど。Laurie has played, perhaps some of you who with the kino here, cinema here, will remember the Fritz Lang movie M with Peter Lorre. もしかしてですから映画の好きな人はフリッツ・ラインの M という映画をご存知かもしれませんが、その中で演技をしている人です。They were also in the department stores, small それからデパート statues に of 行きます Buddha. と小さい仏像を売ってました。
which were for burning incense. それでそれはお香を焚くためなんですけど、 Or just kitsch, little statues for the living room, それもまあどうしようもない俗っぽいものなんですが、 not connected with any particular practice. 特にどの宗派のに属するというものでもありません。 And there was also in the small town where I live, Patterson, New Jersey, それで私の住んでいた小さな町ニュージャージー州のパターソンではですね、a few Chinese restaurants. 2つの中華料理店がありました。 Patterson was an interesting town パターソンはとても面白い町です。というのは、 because the poet William Carlos Williams lived nearby. ウィリアム・カーロス・ウィリアムズという人がそこに住んでいたからです。 And Walt Whitman had also lived in New Jersey, perhaps 60 years earlier. ウォルト・ホイットマンという詩人もニュージャージーに多分60年前に住んでいました。 Then came the war, そ World れ War から II. 第二次世界大戦が始まりました。 During the war, 戦争中には 1944-45, 1944年、1945年ですが、 I met Jack Kerouac, 私はジャック・ケロワックに会いました。 who was wanted to be a poet それで彼は詩人になりたいと思っていたんです。 and wrote novels. それで小説を書いてました。 And in Christmas 1944, 1944年のクリスマスですが、 I met William Burroughs, 私はウィリアム・バローズに会いました。 who had not yet begun writing. まだ彼はものを書き始めていなかったんです、その時は。 For those of you who are not familiar with that literary history, 文学史のことをあまりご存知じゃない方のために少々申し上げますと、 the group of Jack Kerouac, William Burroughs, myself, later Gregory Corso, ケロワックとウィリアム・バローズと私と、それから後になってグレゴリー・コーソンが入って、このグループは from the East Coast 東海岸から来たグルー of the United States, became known later as The a original Apple group of Beat Generation プ。 writers. そのビート・ジェネレーションというふうに知られたわけです。 So Kerouac and I had a very good friend ケロワックと私はとても仲が良かったんです。 who read Rimbaud, Jean-Arthur Rimbaud, 19th century French punk poet. 一緒にランボーですね。 First punk. ランボーは最初のパンクだと思いますが、19世紀のフランスのパンク詩人ですね。 Also first poet of modern era who saw poetry as visionary, それからもう a 一人 probe. 現代詩人として詩はビジョンを見る、ビジョンとしての探検探索であるというふうに詩を考えていた詩人がいます。 Instrument poetry as instrument for new consciousness. 詩は新しい意識への手がかりであるというふうに考えていた人がいます。 Maybe catalysts for new vision. ですから言い換えれば新しいビジョンへの媒介者という感じですね。 Also, who also smoked some hashish. それでこの人はまたハシシを飲みました。 Also experimented with derangement of the senses, そしてその感覚の rearrangement of senses, or mixing of こ senses, の感覚の根高を好んでいた詩人がいます。 in order to examine the texture of sensation. つまり感覚のテクスチャーをよく調べようということを考えていたわけですね。 Or examine the texture of consciousness itself. あるいはこの意識のテクスチャーをつぶさに調べると言ったらいいでしょうか。 So that in our group, ですから私たちのグループでは poetry was 詩は a means of exploring mind consciousness, 意識を探索する道具だったんです。 or a form of psychedelic research. あるいは一種のサイキデリックな探索の方法とも言えたと思います。 And I remember with a friend
fellows バローの友達と一緒に私は getting into a argument or controversy or discussion. 議論をしたことがあります。What is art? 芸術とは何か。Is art social? Does it have a social function? 芸術は社会的機能があるのだろうか。Or is it ivory tower? それともそれは象牙の塔なのだろうか。If I carve a walking stick, もし私がそのステッキを削るとしたらですね。and put it on the moon, それを月に where nobody can see it, 月に立てかけたら、誰も見ることができませんが、 is it art? それは芸術でしょうか。 Or does it require a viewer? それともそういうものにはやっぱり見る者がいなければ芸術として存在しないのでしょうか。 So we took the argument to the discussion to William Burroughs to be the judge. というような議論をしてそのウィリアム・バローズにその判断を求めたわけです。He heard our case そして彼は判断を下したわけですね。我々の議論を聞いて and shook his head 頭を振って at our stupidity, 私たちの愚かさを bird brain, まあ鳥みたいな脳みそだなということで and quoted Shakespeare, but maybe difficult to translate. シェイクスピアをバローズは引用して答えたわけです。でこれはまあ翻訳が難しいかもしれませんが It is too starved, starvation, too starved an argument for my sword. It is too starved an argument for my sword. だから私が扱うにはあまりにもそのなんていうかな飢えたお腹の空いた議論だというようなちょっとうまくやってませんがそういうシェイクスピアの文句を引用したんです。Art is, he said, art is a three-letter word, A-R-T. バローズが言うのにアートというのは3文字で成り立っている ART。 And it can be used any way you wish to agree to use the three-letter word. それであなたが好きなようにどういうふうにでも使えるそういう3つの文字であるという。 In English, Indo-European language, it has no built-in meaning. で No meaning built in. その英語つまりインドヨーロッパ語で特にそのアートという言葉に意味が決まっているわけではないと。 He himself had studied theory of general semantics. それでバローズ自身が一般意味論を研究していたんです。With Alfred Korzybski コージブスキーの一般意味論 in Chicago, シカゴでコージブスキーに会っていたんです。 the author of a book called Science コ and ージブス Sanity, キーは科学と正気という本の著者です。 which pointed out that the word でその本によればマイクロフォン言葉というものは例えばマイクロフォンというものは and this これですが are two different things. マイクロフォンという言葉とマイクロフォンそれ自体は2つの異なったものである。And said that all of Western philosophy since Aristotle だからアリストテレス以後の全ての西欧哲学は had reduced the world to conceptualization 世界をその概念だけで成り立っているように、矮小化してしまう。 and people mistook words for actual そして events. その人々は言葉があればそれでその本当のこともあるのだというふうに誤解し始めた。 So that our argument was over a word, not about the walking stick. だからその私たちは今その言葉について議論をしているの The で word art. つまりワード、アートという言葉について議論しているのでそのステッキについて議論しているんじゃないそういうことをウィリアム・バローズは私たちに言いました。 So that we were suffering from mental delusions ということは私たちはその一種の精神的な錯覚に陥っている。 semantic confusion. 理論的混乱ですね。That was my first taste of それが私が初めて味わった the notion of the difference between the moon and the finger pointing at the moon. 月とそれから月を指さす指は違うものだというそういう
考えを私はその時初めて分かったんです。Or perhaps can be said was my first taste of Zen. 言い換えれば私が初めて禅的な考えに接した Or first natural understanding of Shunyata, who. あるいは私が初めて空ということが分かり始めたことだったのです。The emptiness of language, in any case. とにかくその言葉というものは空であるということです。In 1948, 1948年のことですが、still pursuing some new vision, なんか新しいビジョンを私は求めていました。 I read a great deal of William Blake, それでウィリアム・ブレイクをよく読みました。 and had some kind of で一種の hallucination 幻覚を持ったことがあります。 or some sort of degraded Western satori. あるいはその一種の悟りとしてはちょっと程度の低いものだったかもしれませんが、それ的なものです。 Or some version of psychosis kensho. あるいは一種の神経症的な、現象という境地。The poem that catalyzed this reaction それでこういう反応を私に起こさせた詩というのはですね、 by William Blake was The Sunflower. ブレイクの大ひまわりという詩です。 It goes, ああ、 sunflower, ひまわりよ、 weary of time, 時に疲れて that countest the steps of the sun, お日様の足跡ばかりを数えている。 seeking after that sweet golden climb where the traveler's そ journey して is done. 旅路の終わる美しい国ばかりを夢に憧れて、 Where the youth pined away with desire, そして若者たちはそこへ行きたいと思って、欲望で身をすり減らし、 and the pale virgin shrouded with snow 青白い乙女たちは雪の衣を着て arise from their graves 墓から起き上がり、 and aspire where my sunflower wishes to go. 私のひまわりが行きたいと思っているその国へみんな憧れている。 So I looked out my window というわけで私は窓から外を見ました。 in Manhattan マンハッタンですけど、 and saw the tops of the buildings そしてビルのてっぺんが見えます。 that I had not noticed before, で今まで私はそれが気がつかなかったんですが、 and the enormous amount of intelligent labor that had built the cornices of the そうい buildings. うビルのてっぺんを作るためにどれほど多くの知的労働がなされたかということを思いました。 And above the building tops, ビルの上には the vast sky 大きな hung over. 枯れ下がっていました。 So, というわけで、 not knowing any Eastern 特にterminology, 東洋思想の用語を知らなかった私ですが、 or practice あるいは修行をしたわけでもなかったんですが、 through which to understand what I had seen, ですから私が見たことをきちっと分かってなかったかもしれませんが、 I mistook it for the word God. 私はそれをだから神というふうに仮に名付けたんです。 And fixated そしてそこにその名前を付けました。 on traditional Western theistic language. ですから仕方がないから西洋の伝統的な神学用語でそれを解釈しようとしました。 Solidified the experience into concept. そういうふうにして経験を概念という形に固定化しようとしたんです。 And kept seeking to repeat that same experience. そして同じ経験をもう一度繰り返したいと思っていろいろやっています。
About 1951, Kerouac began reading in Lankavatara Sutra, そして1951年頃からケロワックは Lankavatara, ランクラマックス Lankavatara Sutra. Sarangama Sutra, Lankavatara Sutra, Vajrachetaka, Diamond Sutra. あ、両学教 Yeah, Sutra. はい、両学教というお経ですが、それをケロワックは読み始めています。And also in biographies of Buddha. それからブッダの生涯 My own background has been communist, で、私のバックグラウンドは共産主義です。 social worker, atheist, 社会改良主義の無神論者でした。 and I believe in Western universal progress. で、西欧的な進歩の概念を信じていました。 In fact, it was supposed to be the American century. そしてそれはアメリカの世紀になるはずだったんです。 America was going to lead the world to アメリカは世界を率いて clean hyper-industrialization. 清潔な超産業社会へ、世界を引き連れていくはずだったんです。 Pure land 一種の浄土です。 with superhighways. スーパーハイウェイも浄土。 But Kerouac wrote me a letter and said that ケロワックは私への手紙でこんなこと言ってました。 the first noble truth of Buddhism 仏教の第一番目の was that existence contained suffering. 原理はですね、存在する生きているということは苦しいことだという。 And I got very angry. そして私はとても怒りました。 I thought he was insulting me. だから彼は私をバカにしてるんだと思ったんです。 I thought he was attacking my ideology. で、ケロワックは私のイデオロギーを攻撃してると思いました。 In fact, I thought he was being anti-Semitic 彼は反ユダヤ主義であるとさえ思いました。 and making fun of my communist background. そして私の共産主義的バックグラウンドをバカにしてからかってるんだと思いました。 Because although I had suffered a great deal as a child with my mother's madness, 私自身は子供としてお母さんの精神病だったものですから非常に苦しい時期を過ごしていたことは事実です。 I still had some vague idea of universal progress toward pure land with highways and spaceships. いまだに私はなんとなくその進歩というものがあって、それで世界はハイウェイとかそれからスペースシップとかそういうところへ向かってそういうその進歩の浄土へ向かってるんだという考えがかすかにあります。 In fact, I had spent 8 months in a mental hospital もう私自身も本当言うと8ヶ月精神病院に入ってたことがあります。 trying to figure out or trying to understand whether my vision of William Blake was insanity or some sort of supreme sanity out of Rimbaud, from Rimbaud. なんで病院に入ってたかというと、その私のそのウィリアム・ブレイクのビジョンはこれは精神病のせいか、あるいはランボーを読んでそれで非常にそういう方法に行かれてで到達した境地なのか、つまり狂気か正気かということを知りたくて一生懸命悩んでいます。 So I went to the New York Public Library after I got out of the mental そ hospital れで病院を出たらニューヨーク市立図書館へ行きまして and began looking at paintings, old Chinese Buddhist paintings, Sung Dynasty. 古い宋時代の中国の仏教の絵を見ることを始めました。 And I saw one painting, Southern Sung, by Yang Kai. Yang Kai? 南 The 宋 Yang の Kai. 南宋の画家の、名前ちょっと分かりませんが、良海という人の絵ですけども、A painting called Sakyamuni coming out of Shakyamuni coming out of the mountain. お釈迦様が山から出てくるというそういう題の、絵です。
and so wrote a description of it で、私はそれを詩にしました。in the New York Public Library. ニューヨークパブリックライブラリーに見て、So I read that poem. It's from 1953. 1953年の詩です。He drags his bare feet out of a cave under a tree he drags. 彼は裸足で、洞窟から出てきます。木があります。Eyebrows, long with weeping and hook nose, そして woe, 眉 grown. 毛はあまり長いこと泣いたので垂れ下がっています。 In ragged, soft robes, そしてボロボロの衣は、wearing a fine beard, wearing a fine beard. ボロボロの衣と立派な長いひげを生やして、 Unhappy hands で手は不幸な手をしています。 clasped to his naked breast. そして胸のところで手を組んで、 Humility is beatness. なるほど、そうか。 Exhaustion. はい、ですからHumility ヒュミリティは何と言いましょうか。誰か助けてください。Humility is beatness. 謙遜は打ちひしがれていることだと。Humility is beatness. と言います。このお釈迦さんはそう言ってるということです。 He falters. 彼はよろめきます。 Into the bushes by a stream. そして川のそばの流れのそばの藪に入ります。 All things inanimate except his intelligence. そして、彼の知性以外のすべての、無生物は Stands upright there, though trembling. 彼の周りでしっかりと立っています。しかし震えています。 Arhat. アラハットは何ですか？ラカン様 Who looked for heaven は天を探して under a mountain of stone. 石の山の下に潜ります。 And sat thinking そして座って考えます。 till he realized the land of blessedness exists. そして最終的にはその極楽浄土があるということを確信します。 Exists in the imagination. どこにあるかといえば想像の中に存在するのだと。 The flash comes. そしてその、光が来ます。 Empty mirror. う Empty つろ mirror. な鏡。 How painful to be born again. もう一度生まれるというのはなんと辛いことでしょう。 Wearing a fine beard. 立派なひげを生やして Re-entering the world. 世界にもう一度入るということは A bitter wreck of a sage. Unhappy mess 不幸 of な a sage. Unhappy mess of a sage. 聖人とはなんと不幸なものであることで Earth before him, his only path. 彼の前の大地は道でしかない。 We can see his soul. We can see his soul. 我々は彼の魂を見ることができます。 He knows nothing. 彼は何も知らないんです。 Like a god, 神様と同じです。 shaken. 震えて Meek wretch. 哀れな Humility is meekness 謙遜は打ちひしがれていることです。 in front of the world. 世界の前で。 So that was my first encounter with Eastern aesthetics. これが私が最初に東洋の美と出会った時のことです。 Meanwhile, in some attempt to reconstitute or repeat the Blake experience, そしてしばらく、一方ではそのブレイクの経験をもう一回何とかしようと努めながら I began experimenting with Native American foods.
アメリカに foods, 本来の American Indian アメリカインディアンの食べ物で実験を始めました。 including cactus. そのサボテンが生まれています。 It was an extension of diet. サボテンは食べ物の一種です。 Sometimes a raw salad of peyote cactus. で時にはペヨーテというサボテンを生でサラダのように食べました。 Which also seem to annihilate or end conceptions or conceptualization. でこういうことをするとやはりその概念というものがまた壊されていく。 And erase the screen of words in between inner and outer world. そして、外部世界と内部世界の間に、立ちふさがる言葉のスクリーンというものも消えてなくなります。 It was very interesting, 非常に面白かったです。 especially for a Westerner, 特に西洋人にとっては、 especially for a Western Marxist. 特に西洋のマルクシストにとっては面白いことです。 But it was not as interesting as the natural experience だけど自然の経験ほどには面白くなかったと思う。 or the aesthetic experience of あるいは Blake. ブレイクのその美的な経験ほどには面白くなかったと思う。 But it was close だけどまあかなり近いところまで行ってました。 and useful. で役に立ちました。 In 1955, I went out to San Francisco 1955年に私はサンフランシスコに行きました。 with Peter Orlovsky, Matthew Orlovsky, another poet, もう一人の詩人ピーター・オロフスキーと一緒に行きました。 and met Kenneth Rexroth, そしてケネス・レッツロスに会いました。 who had been in these precincts many years ago, a poet. 何年か前にレッツロスはこの近所にもいましたが、有名な詩人です。 Elder poet of San Francisco Bay Area, サンフランシスコにずっと住んでいた年上の詩人です。 who had a lot of experience with Western Gnostic thought, そして、ノスティックは mystical, hermetic. そしてレックスロスは西洋の神秘思想をいろいろと知っていました。 And he introduced me to another young poet, Gary Snyder, 彼は私をもう一人の若い詩人ゲイリー・スナイダーに引き合わせました。 who was studying Chinese and Japanese in Berkeley at the University of California. その時バークレーのカリフォルニア大学で、中国と日本の勉強をしていました。 And living in a small 10-foot square hut 小さな、10フィートというか3メートル四方の小屋に住んでいました。 in a garden behind a regular bourgeois house in Berkeley. それでしかしその後ろにはごく普通のブルジョワの家が建っている、そういう家の裏にある小屋に住んでいました。 But Snyder showed me his poems, でスナイダーは私に彼の詩を見せました。 and they were in a broken verse page, open form. それでそのページのあちこちに断片が散らばっているような詩、 like the poem I just read you. 私が今読んだ詩みたいに。 And he explained that he had met William Carlos Williams also in 1950. そして彼もまた1950年にウィリアム・カーロス・ウィリアムスという詩人に会ったのだということを話してくれました。 And he had some poetry, some friends who were poets also. そして彼もまた詩人の友達がいました。 Philip Whalen, フィリップ・ウェーレンとか、 who later, like Snyder, later lived here in Kyoto and studied Zen. 彼もまたスナイダーと同じように禅を勉強して京都にいたことがあります。 And at that time, Kerouac came back to visit San Francisco. そしてちょうどその時ケロワックがサンフランシスコへ来ました。 Kerouac, who had written many novels, ケロワックはすでに何冊かの小説を書いていました。 which were unpublished, だけどまだ出版はされていなかった。 including his famous その first 中には lyric book, On the Road. 有名なオン・ダ・ロードという路上にてという小説も入っています。 But he was sending me poems from Mexico City, しかし彼は私にメキシコシティから詩を送っていました。 which were written in very free form. そしてそれは非常に自由な詩形で書かれています。 I think he had a little notebook like this, ちょうどこういうノートブックみたいに pocket, ポケットに入れて、 and every morning he would get up
朝起きるごとに and smoke one joint of grass or marijuana そしてマリワナを一服して and a cup of coffee, コーヒーを飲んで and then write down the first things that he thought of in the morning そしてあ on と one page. 初めて頭に浮かんだことを1ページずつ書いていった Some kind of spontaneous composition. 一種のオートマティックな No, not automatic, spontaneous. コンテンツ Spontaneous. Spontaneous. And conscious, but spontaneous. 出てくるがままに Improvise. 即興的に、書いたものです。He did this every morning for perhaps 200 days. 彼は毎朝これを多分200日は続けたと思う。 His first thoughts in the morning. だから朝初めての考 His slogan え。 was, スローガンは don't stop to think of the words, 言葉を探して立ち止まるな。 but to see the picture better. だけどその言葉の代わりに絵を思いなさい。 Don't stop to think of the words, but to see the picture better. 言葉を考えずにそのイメージを思えということです。 We received these poems in a scroll. そしてこういう詩を巻物の形で送ってきたんです。 And I showed them to Gary Snyder, でゲイリー・スナイダーに私は見せました。 and he was surprised that Kerouac knew so much Buddhist terminology. そしたらゲイリーはケロワックがあまりにもたくさんの仏教用語を知っているのでびっくりしました。 So one day Kerouac arrived in town ですからある日ケロワックが町に着いた時に from Mexico, I think. メキシコからの帰りだったと思います、ね。 And Philip Whalen arrived in San Francisco also フィリップ・ウェーレンもサンフランシスコに来ました。 from Portland 彼は or Washington State or Oregon State, Northwest. オレゴン州からサンフランシスコへ来ました。 And we all met by accident でたまたまですが我々みんな一緒に会いました。 in the bus station going between San Francisco and Berkeley. サンフランシスコとからバークレーへ行くバスストップで So immediately Snyder and Kerouac began trading information about meditation and about sutras. そして直ちにスナイダーとケロワックは、仏典とかそれから瞑想についてのインフォメーションを交換し始めました。 Of course, Kerouac had also tried peyote. でケロワックもペヨテをやっていました。 1950 1950年の時 on the West Coast. 西海岸です。 And Gary Snyder had studied anthropology スナイダーは人類学を勉強しています。 and American Indians そしてアメリカインディアンを研究しています。 and studied the syntax and the language and the mind of indigenous peoples, そして、native peoples, そして local ア peoples. メリカインディアンの言語、特にそれのシンタクスを研究しています。 So he had also extended his diet to include peyote salad. というわけで、スナイダーもまた食べる方の実験としては、ペヨテサラダを食べることをやっていたのです。 This was perhaps part of the large-scale movement toward organic food. ですからこれは多分完全なオーガニックフードだと思いますが。 Organic food? So Snyder had 4 volumes of R.H. Blythe's translations of haiku. そしてスナイダーはR.H. ブライスの書いた、俳句4巻ものの俳句の本を持っています。 And then, I don't know if you're familiar with those books published by Tuttle Company. タトルから出てたこういう本を皆さんご存知かどうか知りませんが Spring, summer, autumn, winter. 春夏秋冬 Somewhat an encyclopedia of haiku. に分かれていて、俳句の百科事典といったらいいでしょうか。 With many, many examples with the Japanese script. 日本語も入ってたくさんの実例が載っています。 Phonetic pronunciation. そしてそれの発音も分かります。 Good English translations. で良い英語の訳ですね。Like, say,
Issa, famous Issa 一茶とか haiku of oh, snail climb up Mount Fuji, but slowly, slowly. カタツムリそろそろ登れ富士の山という一茶の句があったり Which was retranslated recently by Nanao Sakaki, and ね step by step, これは inch by inch, inch by 最近七尾が英訳し直しました inch by inch. ステップバイステップのところインチバイインチと訳し直したという And there were also paragraphs of explanation of the reference, cultural or literary references. 説明ですね、特に文化的背景とか文学的な注釈とかがついている Contained in these Blythe volumes, haiku. ブライスの本にはそういうものがいっぱい詰まっている So Kerouac began writing haikus, でケロワックも俳句を書き始めました and I also tried my hand, 私もやってみました and we drank sake, そして酒を飲みまし and we did a little bit of zazen, たで座禅をちょっとしまし or talked about it. たあるいは座らないまでもそれについて喋りました And Snyder did zazen. スナイダーは本当に座りました I don't think Kerouac ever learned. ケロワックは多分座らなかったんじゃないでしょうか Snyder, he had not yet taken bodhisattva vows. でスナイダーはまだその菩薩とか菩薩の誓いをまだしていなかったんです So I think he failed to tell Kerouac how to sit zazen. だからケロワックにちゃんとした座り方を教えることができなかったんだと思います Or perhaps Kerouac was too much Catholic to ask. あるいはケロワックがあまりにもカトリックだったのでそういうことを質問しなかったのかもしれません For myself, I don't think I realized that it existed. 私自身について言えばそういうことが本当にあるとは思っていませんでした So というわけで we spent a year together in San Francisco 私たちは1年間サンフランシスコで一緒に暮らしました and began giving poetry readings, そして詩の朗読会を始めました which were flavored with some Mahayana and some Zen tradition or some imagery in any case. そこには Surface. 少なくとも表面的であったかもしれませんがある種のその大乗仏教的な香りがあったと思います Some reference to Chinese and Japanese 中国 Buddhist や日本のその仏教的伝統に言及していた部分があったと思います Chinese, Japanese Buddhist thoughts, which fitted a little bit also with そして中国と日本の仏教思想は Burroughs' バロ mind relating to semantics. ーっていた意味論にも Burroughs' understanding of the difference between words and things and あ events. ったわけですということはつまり言葉と物は別のものであるという考え I should add that in the same year I had my experience with William Blake. そしてまた同じ年に私はブレイクの経験をまたしました Snyder had had a similar experience スナイダーも同じような経験をしました in Portland, ポートランドで Oregon, when he finished with his studies at Reed College. 彼はリードカレッジを出たスナイダーがリードカレッジを出た後で He had written his thesis, his student thesis, 卒業論文を書きました and he completed it about 4 in the morning それを朝の4時に卒論を書き終えたわけですね and had gone down to the banks of the Willamette River そしてウィラメット川のほとりに出た時 in the dark まだ辺りは暗かったんですが and sat down under the great woods, old woods 大 by き the な river 木の下に座り込んだ in the silence そして and stillness 辺りは全く静かで and motionlessness of no wind, 風もなく何も動かなかった quiet. ただもう静かとしか言いようがなかった And suddenly, as the sun cracked open the dawn, or cracked open そうす over る the と earth, 突然そのお日様がその闇を割って出まし thousands of birds suddenly rose from the trees た and 突然 began circling 何千 around, の小鳥が木から舞い上がって歌い始めまし making noise, I believe, た crying. 多分すごくやかましかっただろうと思います And his hair stood on end. そしてスナイダーの毛は逆
形を逆立ちました。He later explained it to me as 後で説明してこう言いました。he had suddenly realized that everything was alive. 突然その全てのものが生きてるんだという実感をした。So we all had some common experience of an awakening of our minds. 我々はみんな一種のその精神の目覚めということを経験した。And with Burroughs, with Kerouac and Snyder, also with Philip Whalen, and one other poet, Lou Welsh, and less so with myself. And in an interesting, different Western way with Burroughs, バローはまたちょっと変わった西洋的方法ですけども、同じような感じを持った。there was some flavor of emptiness or coup or some Western Buddhist smell. あるいは西洋的仏教の香りといったらいいでしょうか。Later in that decade and in the early 60s, there was more experience with LSD. あとその60年頃になると今度は LSD の経験がまた始まる。And from the mid-50s, there was always 50年代半ばからはいつも copies of the Tibetan Book of the Dead. いつもそのチベットの死者の書というのを持っています。So to make a long story short, だから長い話を短くすれば in 1962, Snyder and I and his wife, Joan Kiger, 私とスナイダーとスナイダーの奥さんのジョアン・カイガーは and poet Peter Orlovsky それからピーター・オルスキーと all went to India この4人はインドに行きました。 to see what we could find. で何が見つかるかと思って行ったわけです。 Snyder had already been living here in Kyoto for several years. でその前にスナイダーは京都に5、6年住んでいました。 6 years by 多 now, 分6年間住んでいた。 studying at Daitokuji 大 and 都市 sitting, で座禅して、 writing and translating. それから翻訳をしたり詩を書いたりして、 Zen Dust, a book of answers, a book of a scholarly book on Zen koans. 禅の塵というそういう本をスナイダーはやっていました。 And by some happy historical chance, he was the first scholarship student. そして一種の、幸運によって彼は最初のその奨学金をもらった学生 at the first Zen Institute here. 禅の At 勉 Daitokuji. 強を一緒に大学でしたわけです。 I had had some very bad trips with LSD. 私はそのとても LSD で悪いトリップをしました。 And, 達しようと思って頑張っていたんです。 and because I could not become God, で神様になることはできませんでしたので、 I thought perhaps I was a sinner and I was damned to hell. で多分私は罪人で私は地獄へ落ちなきゃいけないんだと思い始めていたんです。 And every time I thought that, いつもそれを思うたびに while I was high on LSD, LSD でハイになっている時に it became true. それは本当のことになってしまいます。 And I could see these fires and smoke of そしてその火と煙ですね、 satanic industry all about me. 私の周りをその悪魔の産業が煙からそうや煙突から煙をもうもっと吐き出しているのを見たわけです。 Chimneys and smog 煙突とスモークと and bomb factories, 爆弾工場と nuclear power stations, 原子力発電所、 military airplanes passing overhead, 軍用飛行機が空を飛ぶし、 robots talking on television, ロボットがテレビでは喋っていますし、 beautiful people trying to sell drugs like cigarettes and alcohol in the newspapers and on television. 美しい人たちがタバコとかアルコールとかそういう有害なものを売るように新聞やテレビで広告をしていますし、 Degraded foods, 食べ物は質が落ちてきましたし、 and advertising the destruction of nature, of the forests and of the oceans. そしてその自然を破壊することがますます盛んになってきました。
and the extermination of the inferior races of the American Indians. そしてアメリカインディアンという少数民族をどんどん少数 And に the し、Ainu. またアイヌもますます少数にされて、 And the Australian Aborigines. オーストラリア原始人たちもそのように。All this as progress advertised. でこれはすべてその進歩。 So I encountered one Tibetan Lama. 時に私は一人のチベットのお坊さんと会いました。Dujum Rinpoche by name. Dujum Rinpoche, リンポチェというチベットのラマ僧です。 the head of the old school or Nyingma school of Tibetan チベッ Buddhism. トのそのオールスクール、あるいはニンマ派といいましょうか、それの一番偉い人ですね。 And I described my LSD nightmares to him. そして私のその LSD の悪夢をその人に語ったんです。 So he said, 彼は言いました。 this is like meditation experience of some monks. それはちょうど坊さんが修行している時の悪夢とよく似てるじゃないですか。 But I should remember that he said, remember, if you see something horrible, don't cling to it. でなんか怖いことを見てもそれにあまりこだわらないようにしたらどうですか。 And if you see something beautiful, いいものを見たら don't cling to it. それにもこだわらないようにしてください。 And that made sense ということで permanently. それからずっとというわけですっかり明快に私は分かりました。 So I arrived here in Japan in Kyoto 25 years ago. 25年前に私は実は京都にいました。 Learned to sit a little bit of zazen at that Tokuji, in 大 a 徳寺で small session with Snyder. スナイダーと一緒に小さな接心にも出ました。 Went up to the Japan Sea, で日本海にも行きました。 saw Ryoanji 両安寺も見まし garden, as I did た。 today again. 今日も両安寺の石の庭を見ました。 Met the poet Nanao Sakaki in a coffee shop. そしてその時高木菜の七尾坂とコーヒーショップで会いました。 And then went on my way around the world. そしてまた世界一周の旅に出まし The Vietnam War passed by, た。でベトナム戦争が始まりました。 more mechanized assault on nature. 非常に機械的な自然破壊ですね。 So I went to upstate New York and lived on a farm. そして私はニューヨークの田舎へ引っ込んで、農業を始めました。 for 6 years, 6年間。 as many intelligent young Japanese artists do today in the southern mountains. でそれはちょうど今日本の芸術家たちが南の山の中でやっているようなことです。 In 1971, I met 1971年に私は a Tibetan teacher, チベットの先生で Chogyam Trungpa チュンゲンプ Rinpoche, ルンパに会いました。 Chogyam Trungpa, Chogyam チュンゲン Trungpa プルンパ Rinpoche. リンポチェ。 By this time, この時には私は I was singing a lot of Hindu mantras. ヒンズー教のマントラをたくさん唱えていました。 And some Buddhist mantras. それから仏教の教もマントラも唱えていました。 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or ハリークリシュナ、ハリークリシュナを唱えていました。 Hare Om Namo Shivaya, Hare Om Namo Shivaya, Hare Om Namo Shivaya, Hare Om Namo Shivaya. ハリー・オンナモシバというもの Or を繰り返し Om Mani Padme Hum. So I met Chogyam Trungpa. というわけで私は諸言プルンパに入りまして、 He said, you should stop that.
そしたら彼はそれはやめなさいって言う。You get yourself all excited and you get people excited. それは確かに自分自身は興奮するし、他の人たちも興奮させます。But you have nothing to teach them to sustain the excitement. だけど何も教えないわけですね。ただ興奮を続けるだけです。You can get them high, だからハイにはなりますが、but you cannot ground it with any practice. だけどそれを足を地につかせるということができないじゃない。So he suggested 3 different mantras that would be more human. でだからもうちょっと人間的になるための3つの別のマントラを彼は教えてくれます。Gyate, gyate, hara gyate, haraso gyate, ギャテギャテ、アラギャテという般若心経の。or the human, the mantra for the human form of the Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha. Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha. Or the one syllable summarization of the Hanya Haramita, 般若ハラミタ心経を the heart sutra. 一音だけで要約してしまえば、The one syllable. というそういうことも教えてくれます。In 1972, there was the bombing of Cambodia, 1972年にカンボジアの爆撃が始まりました。 and there was a student riot それから学 in 生 Boulder, が Colorado. ボーダーコロラドでは学生がそれ反対して、 And I asked him what we could do politically. で私は政治的に何ができるだろうかという質問を持ちました。 So he suggested I go down, sit down in the middle of the riot and say, そして彼が言うのにその騒動の真ん中へ行って座り込んで、それでああと言いながら。 so I went down the street and tried that. 私は道に出かけていってそれをやろうとしました。 And it seemed to work out very well うまくいったように。 because the students all sat down and decided to sit a little bit 学生たちがみんな座り込んで静かに。 and figure out actually what they wanted to do instead of acting in hysteria. 本当は何をしたらいいのかを真剣に考えたりで、それまではただ興奮してヒステリックに行動していただけなんです。 So in 1974, 1974年 having spent some time in doing Tibetan style meditation sitting practice, しばらくチベット式の座禅を続けた後で、what is the technical word for shamatha? Shikan. 多分止めるという字と見るという字ですね。Trungpa suggested that instead of being an individual Rambo anarchist poet, I tried to teach poetry. ですからトゥンパのしたことに従って私は個人主義的な、アナキストの乱暴風詩人であることのをやめて今度は詩を教え始めました。 And become a bureaucrat. 一種の官僚になったわけです。 He thought that would be good education. でこれはでもいい教育だと彼は思ったに違いありません。 A good form of Zen. 一種のこれも禅の一種。 Teaching myself patience. 忍耐を教えることになります。 And he also suggested I try wearing a white shirt. 白いワイシャツを着ろというふうにも言われました。 To see if people would react slightly differently to my physical だからappearance. そしたら他の人がどういうふうに変わった反応をするかを見てごらんなさい。 So in 1974, with the poet Anne Waldman, also a Buddhist, 1970年にもう一人の仏教の詩人アン・ウォールマンと一緒に、 a great orator, そして彼女は非常に雄弁家ですが、 as Kerouac was a very great
reciter of his poetry. ケロワックも非常に詩を読むのがうまい人だったんです。As all of us had developed vocalization 私たちはみんなその詩を声にしていくということを始めました。based on で、その原理はですね、writing poetry out of the living speech instead of literary speech. 詩をですから文章の言葉で書くのでなくて、話し言葉に基づいた詩を書くということです。In the tradition of Whitman and William Carlos Williams. で、これはホイットマンとかウィリアム・カーロス・ウィリアムスの伝統でもあります。And in the tradition of Kerouac. で、またケロワックの伝統でもあります。With some element of spontaneous mind. 自発的な精神の動き。Trungpa himself had read Kerouac's Mexico City Blues. トゥンパはケロワックのメキシコシティブルースを読みました。And thought it was a great book. それは偉大な本だと言いました。What he said was, he laughed all the way through it as he read it. で、それを読みながらすごく彼は大笑いしたんですね。It is a great manifestation of mind. これは精神の偉大な表し方だと言います。So Trungpa, my teacher, founded a college. 私の先生トゥンパはというわけで学校を始めました。Named after the rector of Nalanda Institute, 8th century, 7th, 8th century university in India. インドで7世紀、8世紀にあったナランダ大学 In its から time, the largest university in the world. その当時では世界で一番大きな大学だったんですね。The president, the rector was director was Naropa. その大学の総長はナローパだったんです。So a lot of artists came together with Trungpa. そこへは多くの芸術家たちが一緒に来ました。And we founded Naropa Institute. そして私たちはナローパインスティテュートというのを始めました。And Waldman and I worked in the poetics department. アン・ウォーズマンと私は詩を教えます。John Cage taught music. ジョン・ケージは音楽を教えます。Diane DePrima, poetry also. ダイアン・ディプリマは詩を教えます。She, with Joanne Kiger, she had sat with Shunryu Suzuki Roshi in San Francisco. ディプリマはジョアン・カイガーと一緒に鈴木ローシと座ったことがある人です。Gregory Bateson, a great psychologist, 偉大な心理学者のグレゴリー・ベイトソン。who in 1968 had given many lectures about the greenhouse effect. 68年にグリーンハウスエフェクトについてすでにいろいろな発表をしていました。Was a founder of psychology department. そして彼は心理学科を教えました。 And there were also courses in calligraphy, Tai Chi, other martial arts. いろいろタイチとか Tai Chi. タイチ Other one, calligraphy. 書道とかタイチとかそれから他のいろんな武術も教えます。 Some mixture of Japanese and Tibetan. 一種の日本とチベットの混合。 An international tantra. 一種の国際的なタントラ。So that began in 1974. 74年に始まりました。 And was fruition. There was some fruition, and it was そしてそれはいろいろな形で収穫がありました。 accredited as a school to exchange credits with other schools. 正式に学校として大学として認められています。About 2 years ago. 2年前のことですけど。So the school of poetry is called Jack Kerouac School of Disembodied Poetics. そして詩の学校はジャック・ケロワック・スクール・オブ・ディスエンボディ・ポエティクスと呼ばれています。ディスエンボディ・ポエティクスはちょっと訳すのが難しいので勘弁してもらって。 Disembodied because Kerouac is dead. だからシセル・ジャック・ケロワック詩学校といったような。 So, what does the East mean to me? というわけで、東洋は私にとってどういう意味だったでしょう。 Finally, I guess it means nothing. 最終的には空だと思います。 So now it's time to はい。
ですから、どうぞ質問の時間であります。質問は日本語でもイングリッシュでもどちらでもよろしいです。どうぞ。If the East means nothing to you, what does the West mean? 今の質問はもし、東洋が水戸さんにとって無であるというなら、西洋はあなたにとって何でしょうかという質問です。Hyper-industrialized aggression. 超工業化された、アグレッションなんて言ったらいいかな。Just as there has been an exchange of nothing from east to west and west to east, there's also been an exchange of aggression against nature. ですから東洋と西洋の間にその無のエクスチェンジがあったと同様に、その自然に対するその破壊のエクスチェンジもあったわけです。In America, it is アメリカ visible, ではそれがよくわかります。and as of this year, it is in newspaper headlines, the death of the planet. 今年だから新聞のヘッドラインに地球が死ぬということが出ていました。The destruction of the Brazilian rainforest, Amazon. ブラジルのアマゾン川流域のその森林が壊されていくということは、 The biggest forest fire in the world several years ago in Borneo. それからありました。 The biggest forest fire in the world's history, which nobody has heard of. ボルネオでは世界最大の山火事があって、しかしそれ歴史上最大の山火事があって、しかしそれを誰も知らなかったりとか。 The poisoning of earth and air and fire and water. そして土と水と空気と火の汚染があります。 Radiation on the 放 earth. 射能があります。 Greenhouse effect and ozone layer destruction and smog in the air. グリーンハウスエフェクトと言いますか。グリーンハウスエフェクト means Covering the earth with smog, heating up the earth inside the atmosphere. ですからスモーグのためにだんだん温度が上がっていくという問題がありますし、それからオゾンの層に穴が開くという話もありますし、 The corruption of our energy sources. エネルギー源が非常に堕落して問題になっているということもありますし、 Deriving our fire from nuclear plants. というのはつまり私たちは火を原子力発電所に頼っているわけですから。 And the burning of petrochemicals or oil and coal, which creates greenhouse effect. 石油や石炭を増して、そしてまたグリーンハウスエフェクトを増進させているということがある。 And the death of the oceans, で海は死にかけている。 as symbolized by the 象徴的に現れているのは、poetic image of Shiraho village, blue coral reef. 沖縄の青サンゴのある白穂の問題、あるわけです。 By Jet Airport threatened. ジェット機の空港を作ろうということで白穂のサンゴ礁を壊そうという計画があるわけですね。 A jet airport to be built on the Shiraho Lagoon. 白穂サンゴ礁を壊してジェット機を作りましょうという計画。 To bring beautiful tourists to see the dead blue coral reef. そしてその美しい観光客たちを連れて死んだサンゴ礁を見せましょうという計画。 So that is the karma of earth, air, fire, and water. そ The れ basic が elements. 4元素、土と水と空気とのカルマ。 I had seen that this year more visibly in Europe, 今年はヨ Northern Europe. ーロッパ、北ヨーロッパではそういったことがよく分かりました。 In June in Hamburg, Germany, 6月にドイツのハンブルクに行きました。 the newspapers had headlines about the death of the North Sea waters. 新聞は北海の海が死んだということを書いています。 So that's some aspect of the West.
それは西洋のある側面です。But it is also East. でそれはまた東洋の一つの面でもあります。And more visible in Japan than anywhere that I have seen. で日本でこのことは一番はっきりわかる。The wasteful consumption. 非常に浪費的な消費、無駄の多いことをやっている。Throw away cans and plastic. 缶を捨てます。プラスチックを捨てます。Throw away television sets. テレビとして捨てます。Throw away hibachis. ヒバチを捨てます。Throw away planet. 地球も捨てましょう。The mind is the same, East and West. 精神構造も東も西も同じ。Greed is the same. 欲張り。Aggression is the same. Passion is the same. But also, simultaneously, emptiness is the same. 同時に空も同じ。So that seems to be the opposite of Rudyard Kipling. East is East and West is West, and never the twain shall meet. 昔ラジオ・キプリングが東は東、西は西、両者は決して合わないと言ったのの反対の現象を述べている。They have met in hypertechnology. They have met, East and West have met in 東洋 hypertechnology. と西洋はその超テクノロジーにおいて合体しました。They have met in the attempt to destroy the planet. 地球を壊そうという試みにおいても手を握っています。And they also meet in the aspect that it doesn't matter. そしてそんなことはどうでもいいんじゃないかという無関心においても一致しています。The universe doesn't need us. 宇宙は我々を必要としない。We might need the universe, but the universe doesn't need us. 我々は宇宙が必要ですが、宇宙は我々を必要としないでしょう。So East and West seem to meet in the fact that it is up to us to have a new vision. ですから一致しているという点は我々自身に全てがかかっているという点でも東と西は同じです。How to include emptiness in technology? どのようにしてこの空をテクノロジーに含めていったらいいでしょう。 Or how to work harder どのようにして、to clean up our smog karma. このスモークカルマをきれいになくすことができるでしょう。 Or how to produce cleaner energy. How to purify the fire. どのようにして火を清める、すなわち汚れていないエネルギー源を見つけるかという。How to clean the air, how to clean the earth, how to clean the fire, how to clean the water. どうやって空気、土、水、火をきれいにすることができるでしょう。 There's a lot of empty work. 非常にその空なる努力を必要にします。 But in this case, East and West are identical now. でもここにおいてその東も西もあります。 Maybe East has slight advantage. 多分東洋の方が少しは得な立場かもしれない。 Because it can't blame karma on God. なぜなら、それを神のせいにすることができないからです。 Now that Mao has died, can't blame it on capitalists either. で Now that Mao and Stalin have died. 毛沢東もスターリンも死にましたから全部資本家が悪いんだというふうにも言えなくなりました。Couldn't hear this. Yes, sir. Your pinpricks of a beautiful kaleidoscopic account is very interesting. You have participated or taken action in these things. My question is, will it compare by something or entirely on the
Well, I felt after when I was young, I was in love with a young boy in high school. 私が若い時はハイスクールの時男の子を好きでした。And he went to Columbia University. でその人はコロンビア大学 College. コロンビアカレッジ。I was supposed to go to a small teachers' college in New Jersey. 私はニュージャージーの小さな教員養成のカレッジに行くことになって。But I wanted to follow my heart and follow my boyfriend. だけど私は心の行きたいところ、すなわち私のその好きな男の子の行ったところへ行こうとしました。So I took the ferry boat from New Jersey to New York フェリーに乗ってニュージャージーからニューヨークに渡り、 to take the scholarship entrance exam to Columbia College. そして奨学金の試験を受けてコロンビア大学に入ろうとしました。 And I got on my knees そしてひざまずいて and prayed that if I succeeded in the exam, 試験に受かりますようにとお願いしました。 I would work for the betterment of mankind. そして私は人類の改善のために働くであろうというふうに誓ったわけです。 And then after the Blake experience, そしてブレイクの例の経験の後で、I had a case of megalomania, メタロメニア。delusions of grandeur. そして私はグレンジを振りました。 Delusions of psychological term. ブレイ Delusions of grandeur. ブレイクの経験の後、私はすごく偉大なる人間だと自分を思い込み始めたんです。 So it had taken me many, many years to wear that out. そしてそれを解消するためには随分長い年月が必要でした。 But now it's an old habit, an old neurosis now. それはもう昔の習慣、あるいは昔の神経症ということになっています。 Maybe we translate? Maybe so far translate. 私は、エンプティレイバー、空なる努力という最後の方の言葉が好きなんです。確かに今その東と西は、だんだん一致していろんな面で一致してきたようなんですが、だから他のその緊急なる課題、例えば食料問題ということによってはまだその東と西は合っていないんじゃないか。 Well, Japan and America have met in terms of food. 日本とアメリカは食料においては、同じになってきました。 China 中国は actually the farmers in China now are more prosperous than the bureaucrats for the first time, or were when I was there in 1984. 農民は非常に豊かになってきました。 And for that, some kind of appropriate small-scale technology is useful. ある種のその小規模なテクノロジーというものは有効だと思います。 Decentralized technology and decentralized farming is more efficient than 地方に分散した形でのテクノロジーは giant mechanized farming leads to desertification. だけど非常に巨大に集中化した農業は良くないと思います。 If that is your question. もしNo. 答えです。 Well, then I misunderstood. Please, thank you. The phrase anti-labor brings up the issue of the most basic, literal kind of thinking, not having Yes. and だからつまり本当に物質的にその物質を持っていないという意味においての質問ですね。 Well, do you want everybody on Earth
including all the Chinese, Africans, and South Americans, to have everything that all the Japanese and the Americans want, have. つまりあなたの質 Can you 問 conceive は of such a monstrous planet? すべての中国人、すべての Perhaps the Japanese and the Americans should give up が their high technology. So there is appropriate technology for everybody, but the hyper technology seems to be destructive. That partially answers my question. What didn't we talk about was the giving up, not just on the part of any one country, but Yes. part of all. Yes, of course. So that was the meaning of the Beat generation. That was the social ethos of the Beat generation, as symbolized by, say, Gary Snyder's image in Jack Kerouac's book, The Dharma Bums, where there's a long hair rucksack revolution, small-scale individualized technology, and some sense of not poverty mentality, but living with small means and living well, enriching appreciation of a sacred world rather than gathering more television sets. 今のやり取りをちょっと要約するのはもしかして間違いあるかもしれませんが、つまり物質的に持たないということをどう考えるかという質問に対して、それはつまり世界中の全ての人、アフリカの人もインドの人も中国の人も全世界の人全てが今の日本人やアメリカ人が持っていると同じだけの物質を持つことにしたいのですか。でもそうではないと思うんですね。それはもちろんできることではありませんし、ではその代わりにどういうことかというと、我々富める国の人たちがもう少しその質素に暮らすということを含んでいるのだというふうに理解しましたが、American Japan, in some respects, seem like gigantic pachinko palaces. アメリカと日本は一種の巨大なそのパチンコ屋みたいですね。There's a lot of distractions of that. なんかいろんなそのなんていうかディストラクション。With the senses entangled, the senses extended and entangled into the lights and the noise and the hypnosis. だからなんかこういろいろ気をそらすものがあって、それがそのいろんな音やら光やらいろんなものでこう気をそらされているそういう世界なんですが。Jumbo jet instead of coral reef. サンゴ礁の代わりにジャンボジェットを大切にしようというところですが。But that was the original premise, ethos for the poets, for the literary movement. That was called the Beat generation. ですから先ほどの話に戻るんですが、つまりビートジェネレーションの人たちがどういうことを言ったかというと、我々はもっとその質素に暮らしたらいいじゃないか。で、そういう物質的なもので幸福になるんじゃなくて、本当にもっと数少ない質素な暮らしで結構その豊かな気持ちを持って暮らすことができるはずだということをビートジェネレーションの人たちは言ったと思います。It was a sort of world phenomenon, actually. The youth revolution in the 60s. でこれは世界的現象だと思いますね。50年代における若者たちのそういう。So it grew into social form from insights of the 40s after the creation of the bomb. そしてこれは40年代にその原子爆弾が発明されて、それにいろいろその刺激されて、考えた人たちの考えがその50年代になってビートのそういう考えに形を作っていったと思うんです。The threat to the planet became visible, say, by 1948. 1945年にですから原子爆弾の出現によって地球がなくなるじゃないかという恐れは
全世界にそう持つようになったんです。 Or maybe that is exaggerated, maybe some new sense of different kind of planet. まあ、もしそれが誇張であるとしても、とにかく地球全体のことをもっと考え直さなきゃいけないということは45年に始まったと。 So I think there was a biological assertion of a desire to live. ですから私の考えではこれはそのやっぱり生きていきたいというその生物学的欲求がそういう形をとっていると思います。 And a reconsideration of the difference between words and things, words and events. そしてこれはまた言葉と物は別のものであるという考えに戻ってくるわけです。 A cleansing of the senses. そこでですから感覚というものをきれいにしてそういうその混乱言葉と物の混乱なんかをなくしていこうということに戻っていく。 A search for a new vision or a new way of living. 新しいビジョンあるいは新しい生き方を手探りするということです。 Less destructive. で破壊をしないで済むような形はないだろうか。 Not so much for the purpose of aesthetics. だからこれは美学的問題というよりは But for the purpose of survival. 生きるためにどうしてもそうしなきゃならない問題です。 And I always saw the youth revolution or the beat generation ですから私はいつもビートとかそれから青年たちの反抗というものは as some sort of froth on a larger wave. 大きな波の上にある Spume, froth, or bubble. 波頭と言いましょうか。 On a larger そうい wave ったもの波のようなものだと思います。 of perhaps biological will to survive. でその大きな波というのはですから生物学的に生きたいという欲求ですね。 It seems very eccentric for a group of long-haired Japanese disabled koda セールコードで集まるような髪の毛の長い日本人たちにとって to be putting on benefits for a blue coral reef. 青いサンゴ礁を作りましょうというようなことを言うのはナンセンスだろうと思います。 But in some strange way, しかしある奇妙な仕方で it is almost as if the coral reef were speaking. それは青いサンゴ礁がサンゴ礁それ自体を喋っているような Trying to penetrate through mass communication consciousness. でそのサンゴ礁がですからマスコミメディアの意識に何とかして染み込もうとする努力だと思います。 Some more basic need for beauty. もっとその基本的な美に対する欲求 And even food, preservation of food source. しかもそれは多分その食料をきちんと元のところで確保するという線にもつながると思う。 It seems very eccentric. まあ、とにかくそれは非常になんかエキセントリックなようにも見えます。 Cebu Koda, historically one of the rare places for free action, and free mind, and free art. セールコードは日本すべての中で、歴史的に非常にその自由な場所であります。自由な精神が自由な芸術活動をする場であります。 It's really amazing, 非常にいいところです。 very charming. チャーミングなところです。 一つだけ最後の質問ですが、誰か一番若い人はどうなってるんですか？どうぞ。頭の薄い若い方どうぞ。Do you think that East has
made any influence on your poetry? Well, the notion of first thought, best thought. 最初の考えが一番いい考えだということがありますが、the reliance on what rises in the mind during the course of writing a poem or giving a lecture. 詩を書いたり、それからレクチャーをしたりするときに頭に出てくる as being the appropriate thing to say. 最初に出てくることがふさわしいことかどうかということで、 In 20th century, this is both Eastern and Western practice. それが一番最初の考えがいいことだというのは、20世紀においては東でも西でも一致しているようにね。 The Western tradition is the old minstrel, bardic, oral tradition. 西洋の伝統では昔の吟遊詩人の伝統があります。 The traveling mini singers, プロヴァン Provençal singers. スのミンストレルとかトルバドールとかいろいろいましたが、 The black blues singers それから黒人のブルーズシンガーですね。 and calypso singers. それからカリプソを歌う人たち。 Those were always こういう人は oral literary forms. 文字でなくて口で声にしている人たちです。 for improvisation, 即興ですね。 as well as in high literature, Gertrude Stein, それと同時にその純文学の方でもガートルーズ・スタインとか、 through Kerouac, who wrote novels without revision そ spontaneously. れからケロアックなんかもそうして似たような形で出てくるままに書いたりとか。 And in 20th century painting in the West, それ there's から、action painting アクションペインティングというように美術の方でも or abstract expressionism. 抽象、表現主義というようなふうに Willem de Kooning and Frans Klein, デクーニンとかフランツ・クラインとか or up to Francesco Clemente today, 本日のフランチェスコ・クレメントに至るまで or Francis Bacon in England, イギリスではフランス・ベーコンという人がいますが、 all of whom depend on the chance こうい or う人たちは全部偶然に対して of the gesture あるい of the は brush その時のその動きに任せたブラシに頼っているわけです。 for their basic composition. 一番基本的な構図はその時の自然に出てくるものに対している。 And in music, there is 音楽の方で言いますと jazz improvisation, ジャズの即興があります。 and in classical music, there is the open form of John Cage. それからクラシックではジョン・ケージのオープンフォーム。 And both painting, poetry, and music have been influenced by Eastern それで practices. 詩も音楽も絵も東洋のやり方によって影響されたわけです。 Gertrude Stein was a student of William James, a ガートル・ス psychologist, タインはウィリアム・ジェームズという心理学者の人でした。 who examined varieties of religious ウ experience. ィリアム・ジェームズはいろんな種類の宗教的経験を研究した人です。 Did a survey of let us say, visionary experience. 一種のそのビジョンの経験をいろいろ調べたのがウィリアム・ジェームズです。 And many of the painters and musicians like John Cage でジョン・ケージのような音楽家やアーティストは attended lectures by Tetaro Suzuki in Columbia University in 1948 on Zen. 鈴木大拙のレクチャーを聞いた人たちです。 The School of Poetry at Naropa depends on the slogan, first thought, best thought. そしてナローパの学校で詩を教える時のスローガンは最初の考えが一番いい考えだということです。 In a sense, poetry is, the subject of poetry is the nature of the mind. で詩の主題は精神とはどういうものかということです。 or the sequence of thought forms that arise in the mind during the time of composition. あるいは言い換えれば詩を作るときにその頭の中に起こる考えはどんな順番で起こってくるだろうかということです。 In the Chinese, some Japanese, say Seisho, Japanese, or in Tibetan,
the great yogi poet Milarepa of the 11th century, wrote his poems or composed on the tongue. チベットの有名な詩人ミラレパとか、それから日本では聖書老子たちの講義は、とにかく最初に出てきた考えを、口に出すことから始まります。I suppose, so Milarepa's poems were, he was illiterate, ミラレパは字を知りませんでした。 but his 100,000 songs were taken down by his disciples. しかし彼の10万に及ぶ歌は弟子たちによって字にされました。 So both Eastern and Western poetic practices 東西のその詩的伝統は historically 歴史的に developed into more spontaneous forms even in the 20th century. 20世紀においても自然発生的な形にだんだん向かっていると思います。 In the West, especially in the 20th century, 特に20世紀において西洋では perhaps as a way out of the mechanization and homogenization of consciousness caused by the machine. 機械によって精神が確一化してきたことに対する反動として Perhaps as a way of getting away from the mechanical, dialectical thinking of Aristotle. 機械的な機械的弁証法的アリストテレスの考えから脱出したいということで In Aristotle, things are either full or they are empty. アリストテレスにとっては物は、いっぱいであるかあるいは空虚であるかどっちかです。In modern scientific terms, they are both. で現代の科学的用語で言えば、それは両方である。In Aristotelian terms, things are either objective or subjective. でアリストテレスの用語で言えば、主観と客観のどっちかですね、物事は。After Wittgenstein, they are both objective and subjective simultaneously. リトゲンシュタイン以後はそれはどちらもその主観的であり同時にまた客観的であるということになります。 In Buddhist terminology, this is called co-emergent wisdom. 仏教の用語で言えばこれは Co-emergent wisdom, what is that? 同時に何ですかね Well, together. 同時に存在する矛盾とでも言いましょうか。How do you say? Form is emptiness, emptiness is form. どこ？規則税空空則税式。Yeah. ありがとう。 Thank you. どうもありがとうございます。ちょっと時間を超過いたしましたが、この後で有形館のラウンジというちょっと場所を変わりますけども、簡単なリセプションでお茶と、クッキーあるいはコーヒーとクッキーがありますので、よかったらどうぞ有形館の方へいらしてください。多分矢印でこちらが有形館、郷先生が来てる。朗読会、パンフレットとテスト、並びにポスターを出て販売されます。ぜひお帰りにお買い求めください。試験で人たちの試験が人間は二度生まれる
かった。最初はこのように初めは精子生まれ変わるその時では思春期が並んで本当は何事なのかが内部の状態で自分はやっぱり繰り返しでも本当に言葉も違うしな言っても違うからどうする？帰るの？